どうもベニマルでございます。ストライモンのブルースカイといえば今や定番のリバーブですけども、そんなブルースカイがこの度リニューアルして再登場しました。もう10年くらい前の機種だというのも驚きですが、言うてね、中身はあんま変わらんのじゃろと思いきや、実はつまみの数からして違ってるくらい大きなリニューアルなので、どこが変わってるのかなんかを踏まえつつ、このブルースカイのサウンド改めて見てみましょう。まず新旧のブルースカイパッと見て気づくのがシマーつまみが増えていることですね。そしてそれこそが新型ブルースカイの一番の魅力だと思ってます。ブルースカイもともとシマーはできたんですが、モジュレーションとどっちかしか選べなかったり、細かく調整できなかったりと、そんなに力の入ってない感じでした。それが新型はつまみが独立したことで、モジュレーションと同時にもかけれるし、かける量も変えれると、より今風の幻想的なサウンドが得意になってます。非常に雰囲気がありますね。少しだけかけた時の何とも言えない雰囲気も良きです。このシマー、リバーブタイプがルームの時はオクターブプラス5度なんですが、面白いのがスプリングだとオクターブ下プラストレモロになります。何に使うんじゃいと思うかもしれませんが、意外と雑にかけても音に厚みを出してくれる上に、がっつりかけると面白いサウンドも作れます。映画のサントラみたいですね。ちなみにこのシマーだけ撮っても新旧で結構音が違ってます。旧モデルはダークで混沌としてるというか、クローズドな洞窟の中みたいな響きですが、新型は広域にかけて広がっていくキラキラした印象です。こんな感じでリニューアルでリバーブの音自体もかなり変わってるみたいですね。次にこのブルースカイの特徴的なコントロールとしてプリディレイがあります。これたまにいじれる機種あるんですけど、だいたいそんなに重要じゃなかったりもするんですが、ブルースカイにおいてはこのプリディレイの効きがやたらいいのもあって、音作りに欠かせないパラメータとなってます。極端にやるとこんな感じ。つまみを上げるほど弦音に対して遅れてリバーブが始まります。これ何が嬉しいのかというと、例えば自然な感じのリバーブをかけたいときに、
程よくプリディレイを遅らせてあげるとサウンドの分離を良くすることができます。0だといわゆるお風呂場リバーブというか、わざとらしい残響になりますね。ちょっと遅らせてあげると演奏の後ろを埋める感じの自然な響きを作れます。さらには応用するとスウェルっぽい幻想的なサウンドなんかも作れます。シマとかモジュレーションと合わせると雰囲気が出ますね。その他大事な要素としてはリバーブタイプ。プレートとルームについては音の明るさとか広がり方といった違いもあるんですが、特に大事だと思うのがこの2つ、さっきのプリディレイのかかり方が違うんですね。プレートはパキッとなるのに対してルームはゆったりと音が立ち上がります。なのでキルドライにしてアンビエンスなサウンドを作るときなんかはルームがぴったしですね。もう一つのスプリングはピチャッというバネサウンドが特徴的です。ハイをちょっと抑えてあげるとリアルなスプリングっぽくていいんじゃないかと思います。あとはモジュレーションもリニューアルでかなり強化されたポイントです。旧モデルではモジュレーションとシマーの切り替えだったスイッチがシマーが独立したことでモジュレーションのかかりを切り替えるスイッチになりました。これもかなり雰囲気がありますね。旧モデルは細かい設定できないんですが、モジュレーションのかかり方的には新型でいうライトと大体同じくらいかと思います。新型の方、広域がよく出てる分、雰囲気がよりがっつり出る印象がありますね。最後にここまでちょいちょい引き合いに出してきた旧モデルですが、改めてね、基本的なサウンドについて比較してみましょう。リニューアルして特に広域のレンジが広がったなという印象です。相対的に旧型がマイルドに聞こえますね。ちょっと EQ で寄せてみましょう。
だいぶ近づいたんですが、ハイのつまみでいじれる帯域よりももっと上の部分というか、エアー感的なね、ところで結構違いが出てる感じです。好みはね、あるとはいえ、こういうシマーとかのセッティングだと、新型の広がりのある攻撃がよく生きるんじゃないかなと思います。ただね、個人的には何よりもモジュレーションとシマを両方同時にかけれるというのが、新型の極めて重要なポイントだと思ってます。あと新型はエクスプレッションや MIDI が使えるようになっているのも重要です。あらかじめいくつかのセッティングをプリセットしておけば、スイッチャーとかからね、呼び出すことで1台でいろんな働きをすることができます。ガチガチのボードに入れるなら MIDI はやっぱ欲しいところなので、これは嬉しいですね。ということで、新しくなったブルースカイの紹介でした。海外だと特にアンビエンスな雰囲気のあるリバーブが流行りですけど、ブルースカイ必要十分なシンプル操作で説得力のあるサウンドを出せるのがいいとこだなと思います。そんな新型ブルースカイ1個だけ弱点がね、ちょっとお値段が優しくないところです。円安とか、あと本国の方でもね、ちょっと高めになってて、やはり材料の値上げとね、あとは旧モデルが10年以上価格を上げなかった反動なんかもあるらしいです。値上がりについてはブルースカイに限った話じゃないですけど、ちょっとね、厳しい時期だなと思いますね。ちなみに自分は同じストライモンのリバーブ、ナイトスカイを愛用してるんですけど、新ブルースカイのモジュレーションプラスシマーがかなり良かったので、コンパクト化もね、狙って乗り換えようか検討中です。そんな風にビッグスカイとか、ブルースカイすでに使ってる人にも触ってほしいペダルだなと思います。特にシマーが好きな人ですね。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。